日はかんぴょう巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、かんぴょう巻きを作っていきたいと思います。このかんぴょう巻きはね、細巻きにしていくんですが、巻く時のコツをね、丁寧にご紹介していきたいと思います。さらにかんぴょうのね、甘辛煮の作り方も一緒にご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに、かんぴょうの甘辛煮の材料をご紹介します。材料はこちらです。かんぴょう、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、だしの素、お水、こちらを使って作っていきます。だしの素を加えるとね、だしの旨味が加わるので、とても美味しい仕上がりになります。あとはね、とてもシンプルな材料で作っていきます。それでは残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩、焼き海苔、こちらの材料を使って作っていきます。まずご飯に関しましては、こちらは温かいご飯を用意してください。そして海苔ですね。今回はこのサイズの海苔を使っていきます。板海苔1枚の半分のサイズになります。スーパーにはね、このように手巻き海苔というのも売ってます。これがですね、ちょうど板海苔1枚を半分にした大きさになってます。なので板海苔を半分にして使っていただいてもいいですし、このように手巻き海苔を使っていただいてもどちらでも OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに、かんぴょうの甘辛煮から作っていきます。まずかんぴょうをボウルに入れて、そして一度さっと水洗いしてください。はい、水洗いしました。そしたらここにですね、塩を小さじ1/2ほど入れます。こちら分量外です。そしてよくね、かんぴょうを揉んでください。弾力が出てくるまでね、しっかりね、塩で揉み込むようにしてください。このように揉み込んでいただくと、このかんぴょうがね、水分を含みやすい状態になります。なので、柔らかいね、とても弾力のある美味しいかんぴょうの甘辛煮に仕上がります。だんだんね、こう弾力が出てくると思います。こんな感じ。見た目だとね、よくわからないかもしれないんですが、こう触った時にちょっとね、柔らかいというかね、弾力が出てくれば OK です。そしたら一度水洗いして水に浸します。さっと水洗いして、このように水に浸して、このまま10分置いてください。はい、10分経ちました。そうするとね、このようにかんぴょうがね、しっかり戻って弾力のある状態になってます。そしたら一度こちら水洗いします。水洗いしたらしっかりね、水分を絞ってください。はい、これで OK です。それでは今からこちらを下茹でしていきます。一度下茹でしていただくことで、かんぴょうも柔らかくなって味が染み込みやすくなります。ではお鍋にお水を張って一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにかんぴょうを入れてください。そして軽くほぐして、このまま10分間下茹でしてください。はい、10分経ちました。10分経つとね、かなりふっくらとした状態になってると思います。そしたら一度湯切りしてください。はい、そしたらですね、この水分を今絞りたいんですが、今すごく熱いので一度さっと水で洗って冷ましてください。水洗いして冷めたらしっかりね、水分をぎゅっと絞ってください。はい、下茹ではこれで OK です。そしたら下茹でしたかんぴょうをもう一度ね、小鍋に入れます。そしてここにお水、お砂糖、お醤油、みりん、お酒、あとはだしの素を加えます。これで一度よく混ぜてください。それでは火にかけます。火加減は中火です。一度このまま沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そしてここに落とし蓋をして、今回私はこの落とし蓋を使ってますが、クッキングシートをね、切って落とし蓋にするか、またはアルミホイルを使っていただいても OK です。そしたらこのまま15分煮ていきます。はい、15分経ちました。火を止めます。そして一度ね、落とし蓋を外してください。今ね、このような状態に仕上がってます。あとは一度ね、混ぜていただいて、はい、そしてこのまま一旦粗熱を取って冷ましてください。そうすることでしっかり味が染み込んできます。
それではですね、かんぴょうの粗熱を取っている間にすし飯を作ります。まず甘酢から作ります。ボウルにお酢、そしてお砂糖、あとは塩を入れてください。お酢に関しましては今回穀物酢を使用してます。こちらまろやかな仕上がりにしたい場合は米酢を使ってください。このお酢のチョイスはね、お好みで OK です。そしたらよく混ぜましょう。あとはね、普通にスーパーに売ってるすし酢を使っていただいてももちろん OK です。しっかりね混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。そしたらですね、温かいご飯を用意してください。必ずね、温かいご飯を使用するようにしてください。ご飯が冷たいとね、ちょっとべちゃっとした仕上がりになりやすくなってしまいます。そしたらこちら合わせておいたお酢を回しかけます。そして手早くね、このように切るように混ぜてください。この時ね、こううちわとかで仰いでいただいたり、あとはね、扇風機を当てながらねやっていただくとよりいいかなと思います。そうするとね、水分が早く飛んでくれるのでべちゃっとした仕上がりになりにくくなります。すし飯はこれで OK です。はい、粗熱が取れました。このようにしっかりね味が馴染んでます。そしたらですね、こちらをこの焼き海苔の長さに合わせて切っていきます。こちら取っていただいて、海苔の長さに合わせて切ります。こんな感じで切ってください。大体で大丈夫なので長さを揃えてね切ってみてください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、かんぴょうの準備はこれで OK です。それではね、巻いていきます。まず海苔を手前に置いてください。巻きすもですね、このようにつるっとしてる方を表にします。そして海苔に関しましても、このように表面がねつるっとしてる方と、あとはザラついてる方があります。このザラついてる方が内側になるので、ザラついてる方を上にします。そしてこの上にね、すし飯を広げましょう。広げる時のポイントなんですが、巻き終わり1センチは開けておいてください。すし飯を広げるときは均一になるようにね広げてください。ここでね注意していただきたいのが、あんまりね薄く敷きすぎても細すぎてしまうんですが、すし飯を入れすぎても巻ききれなくなってしまいますので、置きすぎにはね注意するようにしてください。今こんな感じです。厚みで言うとだいたいこのぐらい敷いた状態になってます。こんな感じ。ほんのり薄くね海苔が透き通るぐらいですね。そうしましたら、このすし飯の真ん中にかんぴょうをのせます。だいたい 2,3 本くらいのせていただくといいかなと思います。そしたらこの巻き始めをですね、この巻き終わりの部分のご飯のところですね、ここにこの巻き始めのところが来るようにくるっと一巻きしてください。少しねかんぴょうを押さえてくるっと一巻きします。一巻きしたら一度ペロッとめくって、このようにご飯が包めた状態でちょっと巻き終わりが残ってる状態になってれば OK です。そしたらキュッキュッキュッと形を整えます。そしてこのね巻き始めを持って、そして奥に引っ張ります。またね形を整えてください。はい、そして取ります。このように綺麗に巻けました。こんな感じでね巻いてみてください。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、それではね切っていきます。切るときは包丁の刃先を濡らして切ってみてください。そうするとね上手に切れると思います。まずこちらを半分に切ります。そして揃えて今度は3等分にしていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。このように巻いていただくとかんぴょうもね中心に来て綺麗な仕上がりになります。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、これでかんぴょう巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。かんぴょうの量はねお好みで変えていただいても OK です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。かんぴょうがふっくらしててすごく美味しいです。そしてこのかんぴょうとねすし飯のバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかんぴょう巻きのポイントです。まずかんぴょうを作る時のポイントなんですが、最初にさっと水洗いして、その後しっかり塩もみしてください。一度塩もみしていただくことでかんぴょう自体が水分を含みやすい状態になります。
そうすることによってふっくらとした美味しいかんぴょうに仕上がります。そしてその後10分ほど水で戻して、水で戻したらその後一度10分ほど下茹でしてください。そうすることで味が染み込みやすくなります。そしてその後味付けするんですが、味付けの調味料を加えて沸騰させて、沸騰したら落とし蓋をしてだいたい15分ほど煮てください。そして煮終わったらですね、一度粗熱を取って味を定着させてください。そして寿司飯を作る時のポイントです。寿司飯を作る時は温かいご飯に合わせ酢を加えて、そして手早く混ぜるようにしてください。ご飯が冷めてるとね、べちゃっとした仕上がりになってしまいますので注意していただけたらと思います。そして巻く時のポイントです。巻く時は海苔の巻き終わりの1センチぐらいを開けて、そして手前に寿司飯を引いてください。こちらは厚みが均一になるように置くようにしてください。ここでね、あんまり薄すぎても細くなってしまいますし、厚すぎても巻いた時にご飯がはみ出てしまいますので、今回ぐらいを目安にね、ちょっと最初加減が難しいかもしれないんですが、一度やってみてね、その後調整してやっていただくといいかなと思います。今回私がご紹介したぐらいの厚みを目安にしてみてください。そしてその後ご飯の真ん中にかんぴょうを置いてください。だいたい 2,3 本ぐらい置いていただくといいかなと思います。そしてその後ですね、巻く時なんですが、ここがすごくポイントです。まず巻き始めをですね、ご飯の終わり部分ですね、そこにめがけてくるっと一巻きしてください。この時のイメージとしては、かんぴょうが中心に来るように、かんぴょうを最初少し押さえて、そして勢いよくくるっと一巻きしてみてください。そうすると上手にね、真ん中にかんぴょうが来ると思います。そして一巻きしたら手前の巻きすを奥に引っ張って、巻き終わりが下になるように巻いてください。あとはね、軽く押さえつけて、そして仕上げてください。ここであんまりきつくやりすぎてしまうと、両端からね、寿司飯が飛び出てしまいますので注意していただけたらと思います。そしてあとは切るだけなんですが、切るときはね、包丁の刃先を水で濡らしていただくと綺麗に切れると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかんぴょう巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。